皆さんこんにちは、みことです。テレビシリーズ20世紀電気目録ユーレカエブリカ第1話の感想やっていきたいと思います。時は明治、ところは京都。電気が作り出す世界に希望を求めた人々の思いが織りなす物語。そこには現代にも通じる文明の発展に寄与していく技術への探求心が描かれる物語です。今回はこの物語の展開を中心に実際の歴史との相違と作品の気になるポイントを振り返りながら次回に続く物語の展望を考えます。ということで事前情報なしで視聴した感想を3つの視点から語っていきたいと思います。今回のポイント、まず1つ目。明治と明治。2つ目が坂本兄弟と稲子。3つ目は電気目録。それではまず最初のポイント、明治と明治からやっていきましょう。物語は明治36年からのスタートとなっていましたが、この時、第5回内国産業技術博覧会が開催され、坂本兄弟が訪れる様子が描かれていました。実際の明治36年には、第5回内国官業博覧会が開催されていますので、この物語の明治を実際の明治に置き換えても良さそうです。第1話の冒頭では、坂本兄弟が汽車で移動していましたが、実際の開催地が大阪であったことを考えると、この時も大阪へ向かっていた車内での一幕であったと言えそうです。物語はその後、4年が経過し、明治40年へと続くことになりますが、この間、史実では明治37年に日本は外国と開戦、明治36年はその準備が行われる年なので、工業などの製造業に国を挙げての発展が尽力されていく時期でもあったと思われます。その意味で、電気の重要性が増していく時期でもあるはずですが、この世界では電気関係の研究者が軒並み去っていることが語られており、現代に比べまだ実用には脆い状況であったことが伺えます。また、史実ではこの頃にはすでに電球が発明されていましたが、発熱部位であるフィラメントの素材に京都の竹が使われていたことが、この物語の舞台と一致するのは偶然ではないのかもしれません。次は坂本兄弟と稲子です。汽車に乗り、博覧会の会場に向かっていた喜八と清六の坂本兄弟でしたが、この翌年には外国との戦争が勃発しており、兄の清六が電気目録を持ったまま出征から帰還していないことが語られます。歴史ではこの戦争が翌年に終結していますので、物語のスタートである明治40年の2年前である38年に終戦を迎えていることになります。この戦争を挟んだ4年間で、電気の普及がほぼ進んでいない現状に喜八の失望が語られていましたが、これは未だに帰還していない兄への思いの表れとも感じます。もしこの期間に兄が健在であったのなら、電気社会の発展ももう少し望めていたかもしれないという希望的観測と、兄の生存への願望が重なった言葉でもあったと思います。また、博覧会会場で電球を使ったパフォーマンスを披露していた清六たち3人でしたが、この熱意があれば、その後の研究・開発にも貢献したと思われ、今、その情熱を引き継いでいると感じさせる喜八の動向に注視していく流れとなっていました。その喜八と偶然居合わせることになる稲子ですが、信じることしかできないと語るその心情が、おっちょこちょいな行動と合わせて、純真さや真面目さを感じる描写となっています。
この二人の出会いがどのような顛末を迎えるかは、その後の物語の進展を待つしかありませんが、信じることが取り柄と語る稲子と、兄の生存を信じられないと感じさせる喜八との対比が、見た目は明るいこの二人の心の奥底の違いが明確になるような描き方が秀逸です。何事にも前向きな姿勢を感じる稲子、臆病で足がすくんでしまう喜八と、性格の違いの対比もキャラクター設定の面白さである構図となっています。目録を届けに喜八の元を訪れた稲子が目にした投影映像が、やがて映画へとつながっていく熱さや、博覧会での電気が導線を走る描写が人の心のつながりを感じさせ、技術の発展とこの二人の関係の深まりが交錯する物語に心が躍らされるワクワク感です。ちなみに二人が初めて出会った時に持っていた蓄音機ですが、実際の日本では明治40年に国内で会社が設立され、3年後から製造・販売されていますので、作中でもこの通りの歴史であれば、海外から取り寄せた貴重品であることから、修理も喜八のような人物しか頼れなかったと考えられ、喜八にとっても貴重な収入源となっていたのだと思われます。もし、清六と一緒に行動していた仲間の二人が喜八の身近にいたとしたら、この修理仕事もまた違っていたのかもしれませんが、博覧会の騒動以降の動向が明確にはなっていないので、このあたりは謎として今後に引き継がれていくのであろうと感じます。ただし、今回の第1話ではかなり明確な描写がされていたようにも思え、この二人の現状が実はすでに描かれていたのではないかとも感じましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか？最後は電気目録です。坂本兄弟が汽車の中で手に取っていた電気目録。二人の会話から開かれていたページの文字が喜八のものであったことが伺えます。その内容は既存の明かり装置よりも優れた電気への期待や、フィラメントの開発中断とその研究の有用性が書かれていました。研究者の名前がエジントンとなっているように見えますので、おそらくエジソンの発熱電球の開発が途中で頓挫した世界線となっているのだと思います。これはフィラメントに京都の竹が使われたことで成功を収めた実際の電球開発がこの世界ではなされなかったために電球の実用化が遅れていることを意味します。話の展開的に登場人物たちが竹のフィラメント使用に到達する電球実用化の物語につながっていく予感です。そう考えると4年前の博覧会での騒動が電気の有用性を証明するための行為で、蒸気機関が発達しているこの世界を電気の社会へ導いていこうとする人たちの思いの物語であると感じる流れです。電気目録はその世界を目指す清六による電気利用のアイデアが書かれた覚書であり、電気に関わる発明品の発想がこの書物に記されていたのかもしれませんが、場合によっては世界の根本を変えるような記述などの秘密が隠されている可能性も秘めています。その有用性を認識している溝江陽介が電気目録を入手しようと稲子の実家を訪れ、手段を厭わず行動していた流れの第1話です。しかし、電気目録の存在を知る人物が限られていることを踏まえると、陽介と清六の関係性には疑問が生じます。情報を知る人物からや偶然その存在を知った可能性は否定できないものの、博覧会で坂本兄弟と行動していた二人の仲間のその後が、今回の話では明確に描かれてはいなかったことを考えると、おのずと答えにたどり着くような気がします。電気目録に執着する陽介の目的が私利私欲なのか、それとも他に何か理由があるのかは、この物語の根幹にも関わる重要な要素でもあり、
今後の展開を待つことになりそうです。また、電気目録の存在を知っていたもう一人である桃川典子ですが、妹の稲子がその存在を知らなかったことや、婚約者である久我健吾と清六との関係性を踏まえると、清六と電気目録にまつわるエピソードに大きく関わっていることは必至で、健吾と陽介が顔見知りであったことも含め、博覧会騒動の仲間二人との関係性も見えてくるような第1話の流れでした。今回の第1話は、蒸気が発展した世界線で、電気の可能性にかけた登場人物たちが、その源泉となる電気目録を求めて行動する1話でした。近代化の道を歩む日本と不安定な状況に突入する世界情勢。その狭間で奮闘する喜八や稲子を中心とした電気社会の発展を目指した研究の物語と、そこに関わる人々の生き様が描かれたドラマを感じさせる物語でした。登場人物たちをコミカルに描く面白さや、史実とは異なる世界線で京都の素材を使った電気機器の発明に至るワクワク感が、今期新作の中でも期待度の高い作品に仕上がっていると感じます。2話以降の展開にも期待です。ということで、20世紀電気目録ユーレカエブリカ第1話の感想でした。最後までお付き合いありがとうございました。